こんにちは。ご視聴ありがとうございます。この動画は、インドが大好きな日本人の友達と一日をお届けする動画です。私はインドのタミルナドの出身で、現在は日本で生活しています。友達はインド、特にタミルナド州は大好きで、それがきっかけで仲良くなりましたよ。今日のは私がインドを案内するガイドもしました。今回は友達がネイルサロンに行くということで、ネイリストさんに許可をいただき、撮影させていただきました。ぜひ最後まで楽しんでいただけたら嬉しいですね。このような日本語とインドの文化や日常を紹介する動画が好きな方は、ぜひチャンネルを登録と高評価、コメントもよろしくお願いします。それでは動画をお楽しみください。よっこそ皆さん。これは私の初めての動画となります。皆さんよろしく。この YouTube を通して日本の私の感覚をみんなに見せていきたいと思います。それで私の YouTube の名前はこれは私たちの日本人の友達で我らのつながりの関係はさ私はボディーガードにしてるかという気持ちだけ残っている今。誰が？みんなが。みんなが？あ、それはあるよ。直接言うんだ。それはそうだよ。いや、ボディーガードっていうか、はい。別に誰かに危険な目に遭わされるとか、そういうのは思ってないんだけど。じゃあこういうのはボディーガードの給料ですか？お金に払ったら失礼なんだから、はい、お即時に払いますっていうことですか？そういうところもありますよね。食べてる。脳内会議って言ってる私。頭の中で会議してる。まあそうですね。どっちですか？こちらへ。はい、すみすいません、ブーシャンくんです。すみません、はじめまして。後ろがいいかな。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。お邪魔します。なんかカメラみたいなおもちゃを手に入れたばっかりっぽくて、なんかすごいそれを今日いろいろなんか試しながら来てるから、すごいなんかただの盗撮野郎みたいになってる。わかんないです。はい、観光です。観光で来た。初めて宗像来たみたいな。しかも有吉さんにカレーを作ったカレーを持ってきたっていう。いいんですか？いいでしょう。ありがとうございます。いや全然。食べ物は遠慮しない主義なので。何カレー？わかりません。何？ポーク？知らないんですね。何だったんですか？ちょっと得体が知らないものは食べたくないから。内容は教えてほしい。まあポークの軟骨。軟骨の。美味しそう。沖縄楽しそうだね。暑いけどですね。でも福岡よりは過ごしやすいです。確かにそうですね。はい。冬時そんな冬もないし。そう寒くないですね。全く寒くない。そっか、インドに近いのか。またそうですね。ちょっと待ってください。インドの近いでめっちゃ感じたところはハイビスカスだね。ハイビスカスね。そうか。どうぞ。ありがとうございます。はい、すいません。これは置いてていいよ。いいよ、到着。ネイルサロンでは日本とインドの文化の違いについてみんなで話しました。実は今度友達がインドの私の実家に遊びに来るので、その時にお土産を何を買ったらいいか悩んでいる話やカーストの話など、日本人が疑問に思っていることなどについて話して盛り上がりました。このネイルサロンについてもちょっと話をしたいと思うのよ。このネイルサロンのオーナーさんがビートルズのことを大好きっぽくて、このお店の名前もビートルズの有名な曲でアビーロードという名前でこのお店を作ってる。写真があるのも当たり前だからね。イ
ンドのなんかそんなギフトカード的なのじゃない。日本にも失礼なのになんでインドにそんなことをまたやろうと思ってるの？いやだってさ、もうなんか、物じゃなくて、はいなんかいろいろ使えるものとかが結婚式とかいろいろものが入りようだったりとかするときにさ、いや結婚式に例えば兄ちゃんの今結婚してるから兄ちゃんに結婚するところでお金を、まあ、日本人が払うでしょ、なんかあれ何なんかあれに入れて払うんですね、そのパターンなら全然大丈夫なんだけど、お母さんにもはいこれあげますよってするとはすごく失礼だから。私もそれはないけど、それはないけど、でも金は冗談じゃないよって言ったから、でも金はありなんだまあ確かに金は一応物だから。お金？いや金もまあもちろん金のビスケットって言えるやつがあるやろ。金の刺激なやつ。まああれだったらまあちょっとまあ受け入れないことはないけど。いやあれの方がまああれよりもちょっとアクセサリーみたいなパターンなら。まあ、使うものとして受け入れることもあって、あと高いだから喜ぶパターンだからさ、まあ一応それもなんかそのお金渡すのも変だけど、突然行って金の延べ棒みたいなの献上するのもなんかまたちょっと不思議な感じ。まあインドでさ、しかもタミルナドで金が好きな人がたくさんおるんで、そう世界中にどこよりもインドには一番金があるんで、しかもタミルナド州にはめっちゃ金が取れるところなの？いやそうではなくて、金がまあ取れるところももちろんあるんだけど、世界で一番多く取れるところではない。それにしても、まあインド人がなんかアクセサリーにして使うのは好きで。そうですよね。なんかインドのそのなんか寺院とかもやっぱ金がいっぱい使われてるイメージありますもんね。そうですね。昔から金のことがあれなんですね。日本はほら金閣寺がレアだからめっちゃ目立つけど、インド結構多いですもんね。多いですね。例えばまあ昔の江戸時代とかに王様がいた時代とかに見るともう日本にはあんまり誰もアクセサリーはしているイメージじゃないですよね。日本はあれですもんね。根付けって言って、あれが何ですか？置物の帯のとことかにこう飾りがあるんですよ。はい、これがすごく日本ではアクセサリーの代わりで、はい、その江戸時代とか、はい、室町時代とかのものが今外国の間でめちゃくちゃ高値で売りされてるんですよ。はい、象牙だったり、それこそ金とか水晶を使ったり、翡翠とか使ったりしてるのが今もう工芸品として、はい、日本人はあんまり興味ないんですけど、外国の人はめちゃくちゃ人気あるんですよね。で日本人ってフィギュア文化だから、当時から変なのばっか作ったんですよ。マネキンでこうとか。そうそう、だからその変なのが今人気っていう。昔の変なやつが人気っていう。まあそこは日本を感じているイメージだな、外国人向けに。ちょっと調べてみたら、アクセサリーの代わりに日本は根付け文化だったんですよ。いや、根付け文化はあれ中国も一緒じゃないですかね。あ、そうと思います。なんか中国のエンパラってまあこっちの天皇陛下みたいな人たちもなんかあれを使われたイメージがあるんですけれども。中国は派手であればあるほどいいみたいな感じだけど、日本はなんかそうともないそうね。確かに。なんかその辺の美意識の違いみたいなのはあるでしょうね。まあそういえばラシカマンダナの結婚式見たでしょ。見た。それの旦那がどのぐらい金を使ってたのを見てたんじゃないですか。昔の王様とか王様よりもまあお金持ちの息子たちはそんなことを知ってたんだからね。その後じゃあインドはちょっと貧乏の時代に変わるとき、男は金を使うのはなくなって女性に優先してね、自分のお金、まあどうせ男というのは自分のものをなくして自分の家族に全部あげるタイプというあれがあるんじゃないですか。そのパターンでじゃあ自分の金とかお金とか服とか全部なくして奥さんの方を優先しますみたいに優先させて、まあ時間取るほど男がそんなに使うことがなくなった。まあゼロで
こうやっていろんな話を続けてさ、本当に時間経つのもめちゃくちゃ分からなくて、いやーマジで女性ってこういう理由でここに来られているんですかって思ったんですよ。マジで、お金の壁がなかったら私は毎日行ってるはずなのに、いやー男のくせに私も大好きだったよ、こういうところ行くのは。ありがとうね、気をずれてきてくれて。あとネイルさんもいろいろ話をしてくれて面白くしてた。最後までめっちゃ面白かったんだよ。ぜひ皆さん、あんたたちも行くときプラスオンがなかったら誰と一緒に行きたいと思ったら私をさせてください。私絶対行きたい。やっぱ州によって全然文化違うんですね。確かにインドではさ、10キロの行けば文化が全く変わることが、新しい文化を全く変わることじゃなくて、新しい文化を見つけるパターンですね。なんか日本だとそんなに変わらないけど、沖縄とか北海道、青森やっぱりちょっと違うけど、もうそのくらいの差ですもんね、聞いてたら州ごとに。そのくらい差はインドの中で10キロのあたりに新しいやつを見つけるパターンね。例えば福岡から10キロで北海道へいるみたいな感じ。すごいですよね。でも大きいですもんね、インドね。確かに大きいですね。10キロって近くない？近いんだけど、全く私たち知らない文化を知っていることがあって、あそこはそういう文化があるから、例えばこのお寺にあそこしかしない文化というか儀式があるから、そこを見に行こうと思って友達がみんなお寺に見に行ったりするし、じゃあこのお寺にこういう文化がありますよとかはもうあってさ、なんかマジで真の多様性って感じですよね。本当に素晴らしいと思う。そういう概念大事ですよね。もっと詳しく言うとそれはキャストの違いになるね。なるほど。キャストによっても文化が変わるからね。でもカーストはその州ごとに全部あるってことですよね。州によってはないカーストがない州もあるんですか？カーストがない州もあるし、全く違うカーストを持っている州もあるね。例えばイスラム教は全く違う州が持っているね。違うカーストが持っていて、クリスティアン教はキリスト教はちょっと難しいな。ヒンドゥー教の中にあるキャストも持っているキリスト教もおるし、あとキリスト教の中でも私たちが CSA、ベントコステとか、そういう違いも持っているキリスト教もおるんで。じゃあもうミックスされて新しいもうそうめちゃくちゃミックスされてる。でもそうですよね。土着の文化とその新しい文化が入ってきて作られてるってことですよね。そうですね。確かにおもろいっすね。日本人が行った時に、この人はこういうカーストなんだなとか、全然そんななんかあんまり日本で考えたことない。ない我々の時代はないですもんね。指導交渉の時代ぐらいしかないですもんね。そういう時代があったんだなみたいな、なんか武士と農民とみたいな、なんかそういうイメージ昔の話かなみたいな。我々のその身分って言っても指導交渉ぐらいしかないけど、カーストもっと細かいですよね、確かね。インドではね、ありますね。カーストのところが政治家にも結構役に立っているところがあってさ、そこをできるだけ政治的にもなくさないように政治家も頑張っているからさ、利益があるから。例えばそのメリットってどういうところがあるんですかね。投票される人がじゃあ同じカーストだからあの人を選ぶとかがあるんですね。日本みたいに普通になっちゃうとどうでも関係ないやんってなるよね。でもじゃあ私のグループ言うたら派閥みたいなですよね。いい人が悪い人よりもじゃあ俺の一味の一人だからな感じですね。私に色のおすすめ聞いたろ、この2つも同じ色に見える、この2つも同じ色に見える。4つもバラバラに見えるんじゃないですか、あんたたち。だから女性だから色のところは魅力あるので
男に聞かないでほしい。なるほど。待って待って、ラの音5つラの音が5つあるから。ララララ。いや、わからんかも。わからんよね。そんな感じ？ラ。全然大丈夫ですよ。そのままでいいです。あ、ちょっと拾って。すいません。全然大丈夫です。しまった。ごめんなさい。何回もごめんって言うから、ごめんの、ちょっと全然謝ってないと思わないでほしい。本当に謝ってます。続けていくとさ、話の流れで、ちょっとラーの音がいくつあるって聞かれたんですよね。そのラーの音ってさ、何の話かというと、タミル語のラーが日本とちょっと違って、一つだけじゃなくて、ラあります。私も今発音が間違えているだと思うけど、それが3つで、その後ラというのもあるから、いろんなラがあるから、日本人がタミル語を勉強しようと思ったら、そこがめっちゃ難しいだと思うよ。全く違いが分かるわけないよ。違うでしょ。ほら。最初の人は、右から左に言うんで、1、2は一緒。3、4、5、いや、右から左。これとこれ。1と2は一緒。どっちで？5。これ出してこれで。お疲れ。これで今日のネイルは終わりました。そろそろ、お腹空いたから食べに行こうか。じゃあ、いただきます。あんなこといいな、できたらいいな。そんな歌いながら食べる。そっちの皆さんが作ってくれる料理の方が普通に馴染んできてるなので、作ってもらった方がいいや。本当に作りたくないやろ。めんどくさい。作ったら皿も洗わないといけないし、いろいろあるからめんどくさいと思って作ってもらったら、食べて逃げることができるなと思ってるんだけやろ。それはありますけど。あったんだ。またね。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。来るまで気をつけて。はい、いいし。気をつけて帰ってください。じゃあ今からお買い物。どうです。ありがとうございます。カレーリーフ。なんかいい香りするやんと思った。私のマリファナ。はい、では結論です。皆さんここまで待って見てくれてありがとうございます。本当に今ちょっと帰るのは寂しいなんだけど、また新しい動画でみんなを会いに戻ってきますよ。ありがとう。